こんにちは、高森です。この度ですね、7年間勤務しました大手メーカーを退職することとしましたので、ご報告いたします。高森チャンネルにおきましても、初期の頃から、メーカーがどうだこうだですとか、キャリアがどうだこうだみたいなコンテンツはすごく出してきたかなと思っておりますので、ちょっと皆様にも共有しておこうかなと思い動画を撮ろうと思って動画を撮ってます。退職に至る背景みたいなものはこれまで散々言ってきてるっていうところもあるんですけど、多岐にわたった理由があるので一言でこうっていうところを言い表すのは実に難しいんですけども、よくあるバンドの解散理由みたいな、そんな感じですね。このバンドを目指す方向と俺が行く方向は違うみたいな、すごい雑に言うとそんな感じで退職しようかなと思いまして、いろいろ時期が良かったっていうところもあって退職に至りました。ちょっとね、退職っていう非常にセンシティブでもないんですけど、センシティブなところもあるので、トピックを扱うにあたって、95% ぐらい嘘みたいな感じで思っておいてくれればいいかなと思います。あんまり一個人の退職の理由とかあんまり次はどうすんのみたいな興味がないと思うんですけど、語っておくとほんといろいろあるんですけど、なかなか自分の成長が停滞してるなっていうところが一つ大きかったっていうのはありますね。変に慣れちゃったっていうというか、自分自身秋っぽいっていうところもあったっていうのも影響してるかなと思ったんですけども、業務をしていて自分が前に進んでいる感というか、何かより人に対して社会に対して大きな価値を出していける方向に自分は進めてるのかっていう実感があんまり会社の仕事をしていて得られなかったっていうところが一点で、若干すごいいい環境ではあったんですけども、会社の給料がベーシックインカム化してたみたいな感じのところはあったなっていうところで、金銭的なねメリットはすごく大きかったっていうのはあるんですけど、一方で結構グローバル系の仕事に携わることが多かったので、朝から夜までっていうと語弊があるんですけど、そういうちょっとライフの部分がめちゃくちゃになってる部分があったりですとか、相応のプレッシャーがかかる部分があったりですとかっていうところもなくはなかったっていうところもあったりっていうところもありますかね。そういう環境で成長していけるっていうのは一つあるとは思うんですけど、それは新しいことができるようになるっていうよりかは長い時間働くみたいな、そんな感じの方向性なんですよね。だからちょっとここの直近の 1,2 年ぐらいを振り返ってみて、自分に新しくできるようになったことってあるのかなみたいなことを問うてみた時に、どうなんだろうって思うところもあったりっていうのが一つの理由としてあるっていう感じですね。あとはおまけ的な感じなんですけど、なかなか給与の伸びが悪いから他行った方がいいかなですとか、あと会社の経営状況っていうのを自分なりに考えてみた時に、直近は大丈夫だと全然思ってたんですけど、向こう3年とか5年10年っていうところを見ていくとちょっと危ういかなって思ったっていうところもありますし、あと4月から大学に通ってるんですけども、ちょっと大学で学んでいるような領域っていうところも活かせるような職種につけるといいのかなっていう、ちょっと理想先行みたいなところがあったりっていうところはあるんですけども、ぐずぐず停滞して会社に泊まって、給与だけ得てるみたいな状況よりも、精神的にも一回ですね、リスクはすごいあるし、一旦無職になるんでデメリットも大きいんですけども、そういう環境で一旦自分とかを、自分のにとって大事な生活習慣って何なのかなですとか、今後どういう形で社会貢献していきたいかなですとか、それにつながる自分の能力ですとか、
資産っていうのを増やしていくかっていう方向を真剣に考えていくって方がいいかなと思ったんで、本当もろもろあってまとまってこれこうですってなんか論理だっていうことも可能なんですけど、そういう感じではなくて退職してるっていう感じですね。なので次どういう会社に行くかみたいなものも全く決まってないですし、この YouTube とかもねどうするかっていうところはありますし、本当ねお金っていうのはどんどん減っていくっていうのは間違いないので、なんとかしないかなっていうところに一回自分を置いてみたかったっていうところはありますね。で次の行き先っていうところはすごい多分苦戦するんじゃないかなと自分では思ってるんですね。言った通りですね、あんまり自分ってこんな価値ありますよみたいな、こんなことできますよみたいなアピールするの結構苦手だったりするんですよ。てか本当かって思っちゃうっていうところがあって、あるので、なんかあんまり声がでかいタイプかって言われるとそうではないっていうのもあるので、別になんか声がでかいタイプがこの社会生き残り、安いのかなわかんないですけど、こと転職面接とかいう場合において、声がでかいタイプが採用通りやすいっていうことを言いたいわけでは全然ないんですけど、声はあんまりでかくないタイプなんじゃないかなと思っていますので、次の行き先を決めるですとか、いろいろねキャッシュポイントを見つけていくっていうのは自分すごい苦労するんじゃないかなと思うんですけど、一回そういうリスクというか次何とかしなきゃいけない環境っていうところに一旦自分を置いてみるっていうのも、人生で意義があることなんじゃないかなと思ったっていうのもあります。はい。なんでだらだら会社に席を置き続けるよりかは健全かなと思っていますし、なんか変なストレス多いですよね、会社ってね。やっぱやめてみて思ったんですけどっていうところもあって、次の動画でねちょっと語ろうとは思ってるんですけど、今どういう生活をしてるかっていうところですとかなんですけど、とにかく今はストレスフリーで割合やってるかなと思います。もしかしたらもうお金とかが尽きていって、もう私はこの先生きることもできないみたいな感じで、なんかすごいなんか悲しい感じになっちゃう可能性もなきにしもあらずって感じなんですけど、少なくとも今はなんか一日ってこんなに充実してるんだなとか、なんていうんですかね、なんか街って朝からじんわり動いてるんだなみたいな、そういうことをですねじんわりと実感しながら毎日を過ごしてますという感じでですね、とりあえず取り留めもない内容ではあるんですけども、7年間勤めたですねメーカーを退職したという、その一点だけ皆様にお伝えしたくて動画を撮るに至りました。もしかしたらなんか高森チャンネルっていうところを土台にしてあんまこれもねさっき言った声がでかくないっていうところにも通ずると思うんですけども、なんか人の話を聞いてその代わりにお金をもらうみたいな、コーチングとかねキャリアコンサル的な部分、気軽に利用できる社会人みたいな、社会人経験のある変なおじさんみたいなね、話聞く変なおじさんみたいないうようなのは安易に思いついたりはするんですけど、なんかそれも価値あるかみたいなの結構思っちゃったりしてて、実際やってないっていう感じではあるんですけど、人の話聞くのは結構面白いなと思いますし、人への貢献っていうところをダイレクトにできるっていうのはいいかなと思うので、そういうようなところは、副業的にやってみてもいいのかなとは思ってますが、一旦退職しましたという挨拶だけやっといたな皆さんにさせていただこうかなと思っております。ちょっと時間もできてきたので高森チャンネルの方もねプチプチと更新して、広告収益っていう名の小銭をね稼いでいけたらいいのかなと思っております。今後も高森チャンネルよろしくお願いいたします。